こんにちは。今日は、アルコバサに来てます。ポルトガル・リスボンから、1時間と40分ぐらいバスに乗って到着しました。アルコバサはポルトガル中部の町で、アルコバサ修道院世界遺産が、有名で、あとは結構修道院菓子とかも有名な場所なので、今日は有名なご当地スイーツとかも味わったり、修道院行ったり、あとはここは本当に昔のポルトガルが感じられる街なので、ポルトガルの昔ながらの街並みをじっくり楽しみたいなと思います。早速街の入り口にこんな素敵なアートがあって、この概要を見た感じ、アルコバサはもともと陶芸の有名な地で、なんか陶芸の地位としてこうエリアとしてのこう地位を確立していて、そのアイデンティティを表しているようなアートらしいです。素敵ですね。ここはレプブリカ広場という街の中心高いのかなの広場です。すごい雰囲気が良くて綺麗です。さっきの広場を抜けるとすぐそこにアルコバサ修道院が出てきました。大きいですね。アルコバサ修道院は後ほど腹ごしらえした後にゆっくり今日のメインで向かおうと思うので、また後ほど中に入ります。街が本当に綺麗で可愛いです。なんかこの秋の黄色く紅葉した木々がすごい似合う街ですね。Na entrada da sala era a giga de. Não, estava a dar um treino por semana de 45 minutos a criança. Mas depois também estava os outros treinadores, o Francisco de qualquer maneira. E os outros dois estavam a ganhar bem mais. Porque são mesmo treinadores. 今日のランチはアルコバサ修道院スイーツをいただきます。2つ注文しました。まずこっちがもうアルコバサで一番有名な、これがコルコピアスというデザートです。で、他におすすめのアルコバサデザートありますかって言ったら、これ店員さんがおすすめしてくれたので、このボロレアルというケーキもチャレンジしてみました。すごい甘そうですが、これがアーモンド生地で作られてる、またこれも卵黄クリームのケーキです。ボロレアル思ったより甘すぎないです。見た目より上品な味で、全然激甘スイーツ系じゃなかったです。多分なんだろう、
レモンかな、なんか柑橘系のピールがいっぱい入ってて意外と爽やかで、アーモンドとこの柑橘の感じがすごいいいハーモニー、美味しい。なんかこのアルコバサは有名な、アルコアっていうペストリー屋さんがあって、それの支店がリスボンの、バイシャシャドの結構一等地にあるんですよ。僕多分 TikTok で昔紹介したことある気がするんですけど、そこでいくつかこうアルコバサの修道院スイーツ食べたことあって、そこが美味しかったので今日すごい楽しみにしてたんですけど、そこの本店もここにあるんですけど、どうせならここの行ったことのない別の店に行こうと思って今日この店選びました。アルコアももしお腹減って時間あったら後で言ってもいいかなって思ってます。でアルコバサって修道院菓子の町として有名な場所なんですけど、なんかこれがもともと修道院でこう修道院菓子が広く作られていたのが始まりで、この地域の周りってこう農地が結構広くこうあって、そこでアーモンドとかナッツ類とか鶏の卵とかが豊富に取れるので、それで、ここで多くのスイーツが生まれたというような、背景があるらしいです。修道院菓子ってご存知の方も多いと思いますけど、修道院で洗濯とかパン作りに卵白が基本的にメインで消費されるから、余った卵黄を使っていろいろと工夫して発明されたのが数々の修道院菓子と呼ばれているので、なので卵黄メインの修道院菓子っていうものが多くて、基本的に全部卵黄ですよね。今食べてるボーロレアルとかもやっぱりナッツがアーモンドですよねがすごい香り高いスイーツなので、これがまさにこの地方の農地で採れてる名産品を使った地に根ざしたスイーツというような背景がございます。そしてこのお店ロケーションも最高で、このテラス修道院が本当に真後ろ、修道院ビューのテラスです。最高ですね。なんか修道院に囲まれて修道院菓子食べるのすごい趣というかがあって、ちょっと気持ち的にもいい気分です。ちょっとこのカフェが気に入りすぎてずっとここにいたい。いや、泊まりだったらもうここに毎日来てコーヒー何杯もおかわりしてここで読書したいです。すごいこの雰囲気ちょっと素敵すぎませんか。そして本当に観光客もいないのですごい落ち着いてて、ローカルの方も一通りあんまりなくてすごい静かです。この静かさたまらない。街が本当に綺麗、かわいい。ここがメイン通り的なところですね。洋服屋さんとかいろんなお店が並んでる通りです。このメイン通りのカフェとかレストランも全部修道院ビューで、テラス席がめっちゃいい感じです。ではメインのアルコバサ修道院に向かいましょうと言ってももう僕の目の前に今あります。すごいもう中も当時のものというか当時の状態がかなり忠実に残されてるって聞いてますが、もう外観からしてなんていうんですかね、全然過剰修復されてない感じの色合いがすごいいいです。程よく年季の入って本当歴史のカラーを
持ってます。すごい綺麗。いやー、もう外観から圧巻ですね。この上のディティールまで見えますか？すごい綺麗です。ここはさっき修道院菓子の話した時にお話ししたその12世紀使徒会の、建てた修道院で、使徒会のこう精神であるなんていうんですかね、清らかさとか、静けさとかだったかな、なんかそういう、こうテーマに沿った作りらしくて、内装は結構シンプルな作りなんですって。なので豪華さとかよりはそういう清らかさ的な雰囲気を醸し出しているらしくて、あのペドロとイネスの恋物語って聞いたことある方いらっしゃいますかね。それの舞台にもなっていて、後ほどまたその話もゆっくりしますが、ペドロとイネスのお墓が向かい合ってあるというのも見どころです。僕ちょっとそれが楽しみです。ここがかつて食堂だった場所です。ここはかつてキッチンだった場所です。この大きいテーブルが当時の台所の様子伝わりますね。天井が高くて内装がシンプルで無駄がなくて素敵です。今ルーフトップに来たところです。ここの景色がとっても綺麗。そうで、豆知識なんですけど、このアルコバサ修道院はポルトガルでは最初のゴシック様式建築なんですよ。なので、ちょっと僕の Vlog ではいっぱいゴシック系の、いっぱいじゃないけど、はい紹介してきてると思うんですけど、このアーチの様式とかですね、光の取り入れ方なんかは当時ではまだ革新的な建物だったので、そう意外とですね、これポルトガルでは修道院とか見てると同様のスタイルって見られると思うんですけど、ここがまさに最初のゴシックのこう様式で建てられた建築なんです。とってもだから建築士という意味でも、意義の深い修道院です。ちょうどさっき鐘が鳴ったんですけど、そうこの人が全然いなくて、かつこの神聖な雰囲気とここに鳴り響く鐘のなんかこう絶妙なマッチですごい鳥肌立ちました。
か吸い込まれるような雰囲気、すごい綺麗。でさっきペドロとイネスの恋物語の話ちょっと後で話しますって言ったんですけど、ここで話そうと思ってて、かつてのポルトガル王太子のペドロが次女としていらっしゃっていたイネスという女性と恋に落ちて、でもイネスは政治的影響力のある人物だったので、ペドロの父親はその関係に反対してたんですよ。で結局、その反対の末にペドロのお父さんにイネスは殺されてしまって、でペドロは後に王に就いた時にその殺害に関わった人たちを処刑するんですけど、その後このお墓ですね、今ペドロがここにあって向こう側にイネスがあるんですけど、イネスが亡くなった後にペドロとイネス、2人の墓を向かい合って建てるように命じたというふうに伝えられていて、こんなふうにですね2人のお墓はここに対に向かい合う形で建てられています。なんか悲しくもロマンチックな話ですよね。ここもこの、アルコバタ修道院の見どころの一つですね。アルコバタ修道院いかがだったでしょう。すごい端的に感想を言うと、なんかこの修道院って今まで他の修道院紹介してる中でもなんかそういう今までのところって結構わーって感じの驚きの美しさっていうか、ちょっと華麗だったりだとか一部派手だったりとかっていうのがあると思うんですけど、ここは冒頭にお伝えした通りなんかシンプルな作りの中で、パッと出る感想としてはなんか心が落ち着くような、なんかじーっと見ながら心を落ち着かせることができるような雰囲気の修道院だったと思います。それが使徒の精神に基づいた作りっていうのはすごい納得できる修道院だったと思います。で僕最後のペドロとイネスのお墓すごいやっぱり感動しました。あれは最後の審判の日に起き上がった時お互いの顔が見えるようにっていう言葉を残してお墓を建てさせたらしいんですけど、なんかそれを考えながら見ていると差し込んでる光と向き合ってるお墓のなんていうんですかね、神聖さがすごいグッとくるものがありました。とっても見応え抜群の、場所でした。アモール・ジャルディーンという、庭園に来ました。でこんな風にこの公園はハートの大きいベンチと彫刻があるんですけど、これまさにさっきお見せしてたペドロとイネスの、伝説とか物語のその愛を象徴してるっていうテーマ性のある公園です。人全然いなくてとっても綺麗で、しかもですね、ここはこの2つの川に挟まれてて、アルコとバサの2つの川ですね。こっちが川で、向こう側も川なんですけど、
でアルコバサの地名ってこの2つの川の合流地点であることからアルコバサっていう地名なんですね。なのでまさにその2つの合流地点にある川なので、こうアルコバサの地名にとってもゆかりのあるロケーションに位置した公園です。はい、続いて、カステロ・アルコバサに来ました。ここは、かつて、修道院とか町を外敵から守るために使われていた要塞ですね。町を見下ろす丘にあるので景色がすごい綺麗です。景色すごい。見てください、この景色。すごい綺麗だし、この要塞の隙間から修道院が見えるこのビューもなんかロマンチックですね。ちょっと危険だけど要塞の上登ってみました。カステロまで結構丘を登ってきたので、シティに戻る道をちょっとぐねぐね住宅街とか様子見ながら散歩を楽しみたいと思います。でアルコバサは修道院菓子が有名なんですけど、毎年11月の半ばに修道院菓子とリキュールの国際展示会が開かれる街でもあって、その今まで代々のポスターがここで展示されているのが見れます。いろんな修道院菓子が毎年違うビジュアルになってて面白いですね。最後アルコアでちょっと休憩して帰ります。コロアド・アバテッサという日本語で修道院長の、冠という意味のスイーツで、これさっき話してた修道院菓子の展示会で2017年最優秀賞を取ったお菓子らしいです。アーモンドと卵黄とヘーゼルナッツで作ってるらしいんですけど、これも確かにアーモンドの風味がする。美味しいんですけどめっちゃ高いです。これも 3.95 かな、4ユーロぐらいするし、他のお菓子もほぼ全部4ユーロぐらいなので価格設定がかなり強気です。観光地価格といえどリスボンでもこの値段のお店あんまないので、シャドにあるアルコも高いんですけど、ここもやっぱり高かった。めっちゃ高いです。カプチーノも4ユーロぐらいですね。でもやっぱりここが有名なので、ここが一番流行ってます。地元の方も多いので、観光客以外の方もいっぱいいます。夕方が近づいてきて、またちょっと雰囲気がいい感じですね。
これもまた街中にペドロ&イネスのストーリーを象徴したアートを発見しました。これもやっぱりセラミックをちゃんとフィーチャーしてて、アルコバサのカルチャーをいろんな側面から象徴してます。もうそろそろですね、リスボンに戻るバスの時間が近づいているので、そろそろ Vlog 一旦ここで締めくくろうと思います。皆さんいかがでしたでしょう。今回の、アルコバサ Vlog、 とても僕はこの昔ながらのポルトガルの雰囲気いっぱいのこのアルコバサの街にすごい心が癒されました。ちょうど今木曜日で、そう今週の平日の仕事の疲れが、この街並みに癒してもらえたなっていうのと、あとやっぱり修道院、もう世界遺産の修道院やっと見れたのもすごい良かったですし、この街の至るところに、修道院以外のところにも散りばめられている、ペトロ&イネスの、愛の伝説ですね。それがとってもやっぱりところどころで、感じられて、その印象もすごく根深く、残った日帰り旅行でした。アルコバサ、本当にクイックに街全体が見られますし、世界遺産楽しみつつ、そういう深い、そういう文化的な側面、歴史的な側面に、触れられるとても良い街だと思ったので、ぜひリスボンからの日帰り旅行、ポルトからも遠くないと思うので、ちょっとメジャーな観光地に、飽きてる方とか、いらっしゃったらおすすめの街です。すごいいい旅行でした。それでは、リスボンに戻っていこうと思うので、今日の Vlog はこちらの辺りで締めくくろうと思います。今回の Vlog もご覧いただきありがとうございました。次回の Vlog でお会いしましょう。バイバイ。